この一番気になるところ、5年間でいくらかかったのか。で当時僕19歳だったんですけど買いましたと。僕はね後悔は1ミリもないですね。っていうのも、結構こういうはい、ということで今回はですね、僕がポルシェを乗り始めて5年が経つということで、その5年間の維持費みたいなところを、赤裸々に本当に具体的に、公開していきたいと思います。っていうのもこういう結構維持費公開的な動画って過去にも結構何本か出してるんですけど、その購入する時の、すごい参考になったとか、結構ポジティブな声を、いただけるので、今回はね本当にちゃんと資料というか、簡単なプレゼンみたいな感じでちゃんと数字も出しながら紹介していきたいと思いますので、この動画の目的としてはこれからポルシェデビューしたい人とか、その維持費本当具体的に何にいくらかかるのかっていうのが、はっきり知りたい人向けに発信していきたいと思います。この動画の内容としては、この5つの構成で話していきたいと思うんですけど、なぜ買ったのか、最初の費用、一番ボリュームゾーンになるのが3番、年間維持費って書いてありますけどいくらかかったのかで、そのトータルコスト月で割るといくらなのかみたいなシミュレーションと、最後にその値段を払ってでも乗る価値があるのかどうかみたいなところを話していきたいと思います。このね1番2番はささっと話して、3番が一番ボリューミーな部分なんで、そこを重点的にいきたいと思います。はい、ということで、1番なんですけど、僕が乗ってるのが981型のケイマンのベースモデルで、購入時なんですけど、安くて400万円中盤、本当に状態とか、走行距離とか、色とか左半なのか右半なのかみたいな、いろんな条件で変わってくるんですけど、ざっくり450が多分距離行っててそんぐらいかなみたいな。で当時僕19歳だったんですけど、それで買いましたと。その個体の僕がよく動画に載ってる車っていうのは、この費用のところでいくと本体500万に初期費用300万円っていうことで、ざっくり530万円くらいの車になります。で当時530万なんですけど、結局今も相場ってそんなに変わってないんで、結果論早めに買っといた方が、5年の差があって値段が変わらないってことは、早めに買っといた方が、結果的には良かったよねっていうことにはなると思います。これがね値下がりしてるんだったら、5年後に安く買えたならいいねってなるけど、5年落ちになって同じ値段払うっていうのはちょっとなんかもったいないんで、やっぱポルシェは欲しい時に買うのがちょっとね車種とか年式とか限定モデルなのかとか、いろんな条件があるんで一概には言えないんですけど、981型に関しては5年前に、これ買うっていうのは、間違いではないのかなっていう感じですね。こっから値段暴落っていうのも多分あんまりそんな暴落みたいなのはしないと思うんで、悪くないタイミングだったのかもしれないですね。はい、ということでこの一番気になるところ、5年間でいくらかかったのかっていうのをざっくりね、この資料も、AI がと一緒に作ったんで、僕もね改めて振り返りになってすごいいいきっかけだったんですけど、ざっくり5年の維持費っていうところで言うと358万円がかかってますと。で本体と358万円足すと888っていうことで、これ現金で一括で買って5年経ったっていうシミュレーションなんで、僕の場合ローンなんで、ローンのシミュレーションの資料もあるんで、そっちも後で載せてきます。でまず自動車保険78万円ってなってるんですけど、これ僕東京海上日動で月1万3000円ぐらいかな、20等級。ちょっとね BMW M2 を買ってそれでね等級入れ替えちゃったんで、ちょっとね本当の実態とは違うんですけど、20等級で車両保険とかも入れて月1万3000円ぐらい、ここも人によって変わってくる部分なんで本当参考程度ですけど、それ5年経つと78万円で、車検が2回受けました。これがね2回合計51万円ってことで、結構ね車検の動画も出してるんですけど、約2年前の車検がかなり40何万円かけて車検やったのが結構でかいですね。2回で51万円で、エンジンオイル交換約12回ってことで、だいたい5000キロから7000キロぐらいで交換してはいて、
持ち込みでお願いしてて、それでオイル交換してたんで、ここはねちょっとディーラーとかだと 2,3 万いくと思うんで、これはね結構安いめの算出になってます。もうちょっといくかもしれないですね。でタイヤ交換、これもね僕結構スポーツ走行もたまにしたりするんで、ちょっとねここはね僕の実態っていうよりは、2万キロでミシュランとか4本変えたらだいたい20万円かける、3.5 回、僕7万キロなんでっていうちょっと家庭で出した金額なんですけど70万円ってことで、そうですね7万キロで、タイヤもね銘柄によってはもうちょっと安い銘柄だったら、抑えれると思うし、距離にもよるんで、ここは本当仮の数字って感じですけど、僕がもしねなんか認証タイヤとかを新品で買ってったら70万円ぐらいかかってたっていうことで、実際は普通に中古タイヤとか、買ってることもありますし、ちょっとねここはね実態とは離れてるんですけど、認証タイヤぐらいの値段で考えるとこんぐらいかなっていう計算ですね。で駐車場代が、8,000円が5年分ってことで、これも、人によりますね。僕はね愛知県豊橋市っていう、なんか中途半端な都会と田舎の中間みたいなとこなんで、月8,000円ぐらいですけど、本当もっと田舎だとね4,000円とかもあるかもしれないし、都内だと2万3万4万ってあるかもしれないんで、ここも本当参考程度で僕はこのぐらいでしたっていう感じです。でガソリン代ですね、7万キロでリッター11っていうのは、だいたいケイマンが遠出するとリッター14、15ぐらい出て、下道だと7、8っていうので間取って11万キロで、ガソリンもちょっと変動してるんですけど150円ぐらいの計算で7万キロ乗ると、95万円ってことで、358万円を5年間で割ると年間72万ぐらいで、月6万円ぐらいの維持費ってことですね。これ一括購入した場合で維持費だけで見てるんですけど、もしローンで買ってたらっていうことで、530万円10年ローン金利 3% の場合、ここは同じですね。でローンの場合は月11万円かかるってことで、一括だったら6万円、最初に車体代払っちゃうと月6万円で、ローンが来ると月5万円ぐらいプラスになるっていう計算ですね。で利息が84万円っていうことで、ローンで買って10年ローンなんで5年時点で665万円、一括だったら888万円ってことで、ローンにすると、220万ぐらい減るけど、もう5年払わないといけないっていうことで、このぐらいの支出になりますね。ということで今3番維持費と、トータルでかかったところっていうのを一括購入と10年ローン120回払いの時のシミュレーションで出してみましたってことで、結構具体的な数字を出せたんじゃないかとは思うんですけど、やっぱりその住んでる地域とかその人の状況、ディーラーに持っていくのかディーラーじゃない車屋さんでお願いするのかとか、タイヤの銘柄とかオイルの何にするかとか、結構その変数が多いんで一概には言えないんですけど、僕の場合さっきぐらいの感じです。でこれ今、この計算はトラブルとか除いて、誰しもかかるよねっていう部分だけで計算してるんで、その例えばパンクしちゃったとかその突然の支出みたいなのもあると思うんで、僕の肌感覚、その保証とか何もなしでそのトラブルが起きた時に全部自腹で払うっていう前提だと、常に50万円ぐらいはポンって出せるぐらいの余剰資金みたいなのは用意しといた方が、この981型を5年所有してみた感想を言うと、そのぐらいあった方が安心かなみたいな部分はありますね。ということで、次、それでもポルシェを選ぶ価値はあるのかっていう、ちょっとなんか哲学チックというか、その人の価値観が現れる部分だとは思うんですけど、僕はね後悔は1ミリもないですね。っていうのも、結構ポルシェつながりでつながった車関係の人とか、なんなら今の僕の仕事もポルシェ屋さんで働いてますし、あんまり動画では言ってないんですけど働いてるのも、この車を買ったおかげなので、一番大事なのは何を買うかよりも買ったものをどう自分が使ってどう生かすかっていう部分だと思うんで、ポルシェに限らずですけど本当になんか
欲しいなって心から思えるものは、買えるなら買ってみて、でそれをね自分のプラスになるように自分が変えていけばいいと思うんで、そこはその人がどんぐらい本気で欲しいかみたいな、で数字はこんぐらいかかりますよっていう、一つの参考にしてもらえればと思います。はい、ということで今回はですね、5年で7万キロ、ポルシェのケイマン981型を乗った僕が、実際どのぐらいお金がかかったのかっていう数字を公開したのと、本当にそれを払う価値があるのかみたいなちょっと価値観的なところも、一緒にお話ししてみました。はい、でポルシェを買うってね、誰しも大きな決断だとは思うんで、いろいろ不安だったり迷う部分は、多くあると思うんですけど、そんな方の、背中を押す動画になればというか、この実際の数字を見ることで、具体的な判断基準になるのかなと思って、今回はちょっとざっくりな部分、僕も完全に終えてはいないんですけど、ちょっと仮で計算した部分もありながら、かなり解像度高い維持費を公開できたんじゃないかと思います。ということでこんな感じで車関連の情報発信、ポルシェと BMW のオーナーということで、そこがメインにはなりつつもいろんな情報発信しておりますので、チャンネル登録などしていただけるとありがたいです。次回の動画を見てください。バイバーイ。